こんにちは、ミッキーです。今回はベトナムネチャン特集の第3弾、ビン・ワンダーズ徹底攻略1日プランとしてお届けします。ベトナム中南部に位置しますリゾート地ネチャン。その沖合にありますホンチェ島にはテーマパーク、自然、ショーが一体で整備された大型施設、ビン・ワンダーズネチャンがあります。ベトナムのディズニーランドとも言われるビン・ワンダーズ。園内にはコースターやジップラインといったアトラクションに加え、動物エリアや植物園、夜に行われるショーまで揃っています。この動画では実際に現地を訪れ、各エリアを回った体験とともにビン・ワンダーズの魅力を順にご紹介します。意外と注意点も多いので、そのあたりも触れつつ、ぜひご活用いただければと思います。このチャンネルではカフェ巡りなど日常を少し豊かにする情報をお届けします。少しでも応援してくださる方はチャンネル登録をして次の動画も見逃さないでください。ちなみに今回ご紹介するお店の Google マップ位置情報は本動画の概要欄から確認することができますので、実際にお店に訪問する際の参考としてご活用ください。さて、こちらの映像は前回のベトナムネチャン特集第2弾でお届けしたホテルからビン・ワンダーズネチャンへ向かう時の様子。ビン・ワンダーズは複数のテーマゾーンを組み合わせた大型レジャー施設として運営されています。通常券大人1名で95万ベトナムドン、約5000円程度と、テーマパークの値段としては平均ぐらいかなと思います。こちらのテーマパークはアドベンチャーランド、キングスガーデン、ワールドガーデン、トロピカルパラダイス、シーワールド、フェアリーランドなどに分かれ、アトラクション、動物展示、植物エリア、ウォーターパーク、ショー会場がそれぞれ整備されています。営業時間は朝9時から夜8時まで、昼夜を通して利用できるような施設です。前回の動画でご紹介したような宿泊先がビンパーリゾートの場合には、施設側で島との移動手段が確保されているため、利用者が個別にアクセスを手配する必要はないんですけれども、もしベトナムニャチャンの本土に宿泊されて、こちらホンチェ島に訪問する予定がビン・ワンダーズのみの場合に関しましては、本土と島をつなぐようなビンパールケーブルカーが主な移動手段として案内されていまして、入場券にはその往復ケーブルカー料金が含まれています。今回の旅行では前回お伝えした通り、宿泊先のビンパールラグジュアリーでチケットを購入。購入後は顔認証の登録が行われまして、当日はゲートに設置されたカメラに顔を向けるだけで入場できました。ちなみにこちら参考の映像なんですけれども、ベトナムニャチャンはスコールといった形で天気が急に変わる瞬間もありますので、今回の動画を参考にしつつ、天気の影響を受けそうな箇所に関しましては、その天気予報も参考にしながら旅の日程を組んでいただくと良さそうです。さて、ここからはアトラクションのご紹介。ビン・ワンダーズニャチャンのアドベンチャーランドエリアに設置されています山の斜面を利用したコースター型アトラクション、アルパインコースター。レールの上を専用カートで滑走する形式で2人乗りに対応しているんですけども、1人での利用も可能。最大の特徴は走行中のスピードを手元のレバー操作で自分自身が調整できる点。ブレーキをかけなければかけないほど速度が上がり、下りの区間では体感的にもかなりのスピードが出ます。コースには急カーブがいくつも配置されていますが、強く振り回されるような構造ではなく、通常の体調であれば問題なく楽しめるような内容でした。この日は午前10時からアルパインコースターに並び始め、実際に乗車できたのはおよそ1時間後でした。そんな人気のアトラクションのため、開園直後の時間帯でも待ち時間が発生。一方で列は一定のペースで進みますので、途中で極端に滞留するような様子はなかったです。一点注意点として、先ほどのスコールの映像でもお伝えしましたが、屋外のアトラクションなので天気が悪い場合には一気に体験の満足度が下がります。なので当日の天候を確認しつつ、天気が良さそうなタイミングに乗れるように逆算して列になることをお勧めします。乗車前にはスタッフさんから簡単な説明があります。ブレーキの操作方法と安全に走行するための注意点になっていますので、聞くようにしてください。またご覧のようにカメラやスマートフォンの持ち込みは可能。細かい制限こそないんですけれども、落下した場合には自己責任になりますので、撮影する場合には各自で十分に注意する必要があります。また走行中には視界が開けた区間も多く、山の斜面を下りながら周囲の景色を見渡せるような構成。またコースの途中にはディズニーランドのジェットコースターのように
自動撮影ポイントが設置されていまして、走行中の写真が撮影されます。走行後、出口付近で撮影された写真を確認できますので、希望される場合はその場で購入ができます。ちなみに写真を購入しますと、電子データも自動的についてきます。なのでデータが欲しい方は、写真も手に入れていただいて、不要だったとしても持ち帰る必要があります。スピード感、コースの長さ、操作感を含めて、非常に満足度が高いアトラクションの一つです。そしてもう一つ、有料にはなるんですけれども、ジップラインというアトラクションもおすすめ。体験料30万ベトナムドンの中には、こういったぬいぐるみの記念品も渡されますので、このぬいぐるみも地味に嬉しい記念です。滑走型のアクティビティで、体験中にビンワンダーズの敷地全体を見下ろすことができるアクティビティ。体験は1人乗りでも2人乗りでも可能なので、お好みで選んでいただいてご体験ください。続いてはトロピカルパラダイス。トロピカルパラダイスはビンワンダーズの中にありますウォーターパークエリア。複数のスライダーや流れるプール、浅めのプールがまとまって配置されまして、水遊びを中心に楽しめるような構成になっています。更衣室とロッカーはこのエリア内にありまして、利用する際にはロッカー利用料として5万ベトナムドンが必要。合わせてデポジットとして10万ベトナムドンを支払うんですけども、こちらは返却式です。この施設の利用後にロッカーキーを返しますと、その場でデポジットが返金されます。なお、スライダーに関しましては、身長制限が設けられているものもありますので、入り口でスタッフさんによる確認がある点もご注意。お子さん連れの方は確認をするようにしてください。一方で浮き輪を使うタイプや流れるプールなど、年齢を問わず利用しやすい設備も揃っています。園内には日差しを避けられるような休憩スペースも点在しているので、水遊びの合間に体を休みやすい環境です。アトラクションの数がとても多いので、混雑時でも分散されやすく、比較的スムーズに回れるような印象です。ちなみにロッカーキーを返却後にはチケットに付属しています引換券が利用できます。この引換券はこのトロピカルパラダイス内にありますヤミーウォーターワールドでアイスクリームと交換可能。ただしこの仕組みは案内表示が少なくて、初めてだと結構分かりにくい点に注意が必要。アイスクリームを受け取る際には注文の列に並ぶ必要はないので、直接カウンター横の冷蔵庫付近に向かっていただいて、スタッフさんに引換券を直接見せることでこちらのアイスを受け取ることができます。さて、水遊びをした後は腹ごしらえ。ビンワンダーズの園内で手軽にご飯を取るときにお勧めしたいのがロッテリアです。ベトナム国内では一般的なチェーンで日本でも知られている店舗。日本だと最近ではゼッテリアになってしまっているので、少し懐かしさすら感じました。この日に注文しましたのはトラベルセット1。価格は26万ベトナムドンで約1380円程度。2人分のハンバーガーとドリンクに加え、フライドチキンやチーズスティック、フレンチフライの組み合わせでいただくことができました。サクッといただきつつ十分なボリュームなので満足感も高かったです。この地域行ってみたいと思っても情報量が多すぎて迷うことありませんか？このチャンネルでは実際に足を運んで体験したリアルな視点から観光や施設の魅力を丁寧にご紹介していきます。観光 PR や施設紹介、店舗紹介のご相談は概要欄のリンクからお気軽にどうぞ。それではこの後の店舗紹介もぜひ楽しみにしてください。続いてはキングスガーデン。ニャチャンの沿岸都市で唯一の動物園として整備されているエリアです。ベンガルトラやアフリカゾウ、キツネなど世界各地の希少な動物が飼育されています。園内では約30種の鳥類も確認でき、特にフラミンゴ湖はベトナム国内でも珍しい繁殖環境として紹介されています。さて、そんなキングスガーデンの中でぜひ訪れてほしいのがバードワールドショー。こちらはビンワンダーズ内で毎日開催されている鳥類を中心としたライブショーです。展示を見るような形式ではなくて、トレーナーさんと鳥が連携して行うパフォーマンス型のプログラム。ショーは1日2回開催されていまして、午前11時から11時20分、午後3時から3時20分のスケジュールで案内されています。詳
ショー自体はとても満足度が高く、ぜひとも見てほしいので、ビンワンダーズ内での行動計画として頭に入れつつ、見直さないようにしてほしいです。また、小雨程度なら開催されるんですけれども、悪天候の場合は中止になってしまいますので、そのあたりも考慮が必要。この日も今の様子だと天気が持っているんですけども、ショー終了後の4時前には大雨になってしまい、その日は天気が回復しなかったので、後悔しないような計画を推奨します。開演直後に入場した時点で中央付近の席は埋まっていたので、前方で見たい方は早めの入場をお勧めしています。ただし立ち見になるようなことはなく、開演前に入れば着席して観覧できるような状況でした。腰を下ろせる体験でもありますので、アトラクションの合間に体を休めながら観覧できるのもこのショーの特徴の一つです。さて、ご覧のようにバードワールドショーでは複数の種類の鳥が順番に登場、それぞれ異なる動きや飛行を見せています。色鮮やかな鳥類や大型の鳥はベトナムの温暖な気候だからこそ見られるような体験だと思うので、ぜひこの機会に見てほしいです。実際のショーでも小型の鳥から体の大きな鳥まで段階的に登場。ショー序盤は比較的低空で短い距離を飛ぶ鳥から始まり、会場全体の期待感も徐々に高まります。ステージから大きく羽ばたき、観客席の上空を旋回していく様子は子供から大人までワクワクできるような演出です。進行はベトナム語なので正直何て言ってるのかわかんないんですけども、雰囲気だけでも十分に楽しむことができます。ご覧のように演目ごとに登場する鳥が入れ替わり、スピード感のある飛行や高度を保った滑空など違いがはっきりしている点も特徴です。今映していますのは鋭いくちばしと強力な足、発達した爪を持つ鳥、タカ、ワシの仲間であります猛禽類。主に獲物を捕らえるための身体構造をしていまして、視力が非常に優れていることで知られています。続いて登場しましたのはコンゴウインコ。コンゴウインコは中南米原産の大型オウムで、赤や青、黄色といった鮮やかな羽色が特徴的です。体長は羽も含めますと1メートル近くになる種類もありまして、見た目の存在感が非常に強い鳥です。また人になりやすく知能も高いため、ご覧のようなバードショーでは定番ともなっているようです。その知能の高さを示すように、餌を隠してどこにあるかを当てるようなコンテンツだったりとか、餌を運ぶようなコンテンツも用意されていました。このコーナーの中では体験型のアトラクションもありまして、観覧車の中から選ばれるようなコンテンツもありましたので、特にお子さん連れには楽しいかなと思います。もちろん大人でも楽しめそうです。そしてショーの終盤で最も印象的だったのは最長。非常に大きなくちばしと頭部の突起が特徴の鳥で、東南アジアを中心に生息。主に果実を食べるような習性があるとのことです。体が大きく羽ばたく音も大きいので、ショーでは存在感のある鳥として扱われているようです。いずれの鳥に関しましても非常に賢く、その鳥ごとの特徴だったりとか羽ばたいている時の様子なんかを見る貴重な機会になっていますので、ぜひとも体験してみてほしいです。なおショーが終わった後はステージに降りて撮影も可能。追加料金を払うことで個別に鳥との記念撮影もできますので、こちらもおすすめです。ただこちら先着順になっていますので、ショーが終わり次第早めに移動していただいて撮影をすることをお勧めしています。また一緒に記念撮影さえしなければ、こういった形で間近で撮影することもできますので、ショーの終わりにはステージまで降りることをお勧めしています。さてこちらはザ・ワールドガーデン、植物をテーマにしたエリアです。世界各地の庭園様式をモチーフにした区画が整備されていまして、エリアごとに異なる景観が楽しめる構成になっています。園内はローズキングダム、ジャパニーズガーデン、カクタスランド、スカイフェリーズホイール周辺の4つのエリアで構成されています。エリア内は屋根がついているゾーンも多く、空調も効いていますので、天気が悪くなった時や暑さを避けたくなった時にもおすすめです。また園内は写真映えする場所も多いので、お気に入りの写真を撮ってみるのも良さそうです。この日ももう少しゆっくり過ごしたかったんですけども、天候がだいぶ悪くなってしまってタイミングを逃してしまうとホテルに戻れなそうだったので、早めに引き上げることにしました。続いては夜に開催される噴水演出のショー、ミュージカルフォンテインショー。音楽に合わせて
噴水が上下左右に動き、照明と組み合わさった演出が展開されます。ショーの開催は毎日午後7時から午後7時15分までの時間帯。この日は天気があまり良くなかったので中止かなと思ったんですけれども、この噴水ショーは天候に左右されないようで無事開催されました。会場はアリーナのようになっていまして、屋根もついていますので雨に打たれる心配もありませんでした。ちなみにこの後ご紹介するタタショーのスタートが19時半から、噴水ショーが終わり次第すぐのスタートになりますので、もし夕食などがまだであれば早めに食べておくことをお勧めします。タタショーの後でも夕食が取れるには取れるんですけれども、ビンワンダーズ内の飲食店も19時過ぎには終わってしまうことが多いので、その点もご注意ください。またプレタタショーというコンテンツも19時20分から開催されますので、噴水ショーの終了後は早めに移動しておいて損はなさそうです。以上を踏まえて軽くお腹を満たせるようなお菓子などを持参してもいいかもしれません。なお噴水ショーについては曲こそ変わるものの、こういった噴水ショーを見慣れている方にとってはもしかしたら退屈かもしれません。ただ映像を見る限り面白そうかなと思いましたら、ぜひとも時間を作って訪れてみてほしいです。時間としても15分程度になっていますので、意外と見ているうちにすぐ終わってしまうかもしれません。さてこの後はビンワンダーズのショーの中で一番メインと言っても過言ではないタタショー。会場は屋外に設けられました専用のステージで、ステージ前の広場から観覧する形式です。固定の観客席などはなく、基本立ち見。多くの来場者が立ち止まって鑑賞していました。ただ残念ながらこの日は悪天候だったため、プロジェクションマッピングのみの演出。今の映像では立ち見の人が多いんですけれども、もしかすると天気がいい場合には座って鑑賞することもできるかもしれません。ショーは毎日午後7時半から午後8時10分までの時間帯に実施。ビンワンダーズ自体が8時までの営業のはずなんですけども、ショーに関しましては8時過ぎまでやっていますので、このショーを見た後に帰るのが基本形なようです。この日も残念ながらパフォーマンスは中止になってしまったんですけども、開催時刻となる7時半まで開催判断を迷っていたようで、開始時刻から10分経った7時40分頃までは遅延のお知らせ、10分経ってやっとパフォーマンスによる演技やダンスが行われず、プロジェクションマッピングのみの上映だとアナウンスされました。ご覧のように雰囲気こそわかるんですけども、やはり少し物足りなさは感じました。とは言ってもプロジェクションマッピングは本格的なので、天気が悪くプロジェクションマッピングのみになってしまっても、もし飽きが来なければ最後まで見てもいいかもしれません。映像はステージ背面の大型スクリーンに投影され、色彩や動きの変化によって場面が変化。ショーの所要時間は約40分で、園内を回る1日の締めくくりとして組み込みやすいです。もし興味がありましたら YouTube で別の動画も参考にしていただきつつ、そのショーの様子も見てほしいです。こちらのショーはベトナムで初めて世界クラスのマルチメディアショーとして開催された意味合いの大きい実現のショー。物語はフェアリーテールをテーマにしており、タタ姫と海の王子、そして仲間たちが登場します。幸福の真珠をめぐる冒険を軸に複数の世界を旅する構成。本来は映像演出に加えてステージ上で多くのパフォーマーによる演技やダンスが行われます。公式の案内ではなんと100名以上の国内外のパフォーマーが関わっているショーとされていますので、ぜひその圧巻なパフォーマンスも見てほしいです。また火や煙といった特殊効果も演出の一部として組み込まれているようなので、臨場感も抜群なはずです。ぜひショーを含めた体験はご自身の目で味わってみてほしいです。さてビンワンダーズの魅力伝わったでしょうか。最後のタタショーもそうだったんですけれども、やはり天気が悪いと少し満足度が下がってしまうかもしれません。ただ天気が良かった時間に楽しめたようなアルパインコースターやジップライン、そしてキングスガーデンの中のバードワールドショーは個人的にもとてもおすすめだったので、ぜひ動画を参考にしつつ楽しんでみてほしいです。トロピカルパラダイスに関しましても様々なアトラクションを楽しむことができますので、特に宿泊施設の中でウォーターアクティビティ楽しめなかった方に関しましては、ビンワンダーズの中で十分に楽しんでみてほしいです。さて、ここからはアフタートーク。一番の運要素、天気について。今回の動画でもそうなんですけども、私も普段のカフェ巡りの中で天気を最重要視しています。特にカフェ巡りに関しましても、日差しが差し込むかどうかでその魅力が冗談抜きに2倍近く変わってくるかと思いますので、天気がいい日にカフェ巡りをするようにしています。ただ、海外旅行だったりとか国内旅行に関しましては、その休みの日程の調整だったりで変更することはできませんので、完全に運になってしまっています。
ただ、海外旅行のように複数日程で宿泊をする場合に関しましては、一番天気が良さそうな日に天気に左右されそうなプランを組みつつ、その他の日に屋内でも楽しめるような施設を巡るようにしています。そんな感じで、やはり天気を一番重視してプランを組むことで、限られた日程の中で満足度が高い時間を過ごすことができるかもしれません。ぜひ皆さんも参考にしてほしいです。一方で皆さんの中でも天気があまり良くなかった場合に関しましても楽しむ方法などがあれば聞きたいなと思ってますので、コメント欄の方で教えてください。私も参考にしつつ、雨特集の動画なども作れるととても嬉しいです。以上、ミッキーでした。ありがとうございました。